こんにちは、大輔です。日本の方っていうのは本当にね、勤勉だと思いますよね。毎日朝から夜までね、働き詰めで、稼いだお金っていうのは極力無駄遣いせずに律儀に貯金をしまして、つつましやかに生活をすると。ね、こういう方って本当にね、多いんだと思うんですよね。なので当てはまってる方って結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、そんなあなたがですね、もし仕事を辞めて何にも気にかけることをすることがね、なくなった時間がもしできたとしたら、何をされますでしょうかね、皆さん。僕はね、こう言ってもまだ現役バリバリなんで、これはね、遠い未来なように感じはするんですけど、もし仮にですね、自分がそうなったとしたら、異国の地でね、ゆったりと時間を過ごして、自分がどうありたいのかっていうのを見つめ直すようなね、時間に、当てたい、そういう時間をね、作りたいっていう方も結構いらっしゃるんじゃないでしょうかね。で、本日ですね、皆さんにご報告する内容というのが、ある日本人男性がですね、フィリピンの田舎町でロックダウンに遭遇してしまって、帰って来られなくなったというリアルなお話なんですね。で、この方なんですが、定年退職後に自分を見つめ直す旅としてですね、少し長めの観光でフィリピンに行ったわけなんですけど、そこでですね、遭遇したことというのが、3月にドゥテルテ大統領が発表したロックダウンだったわけなんですね。で、このチャンネル見てる方はね、ご存知だと思うんですけど、フィリピンのロックダウンっていうのは、日本の緊急事態宣言とはね、異なりまして、結構ね、強制力が強いんですよね。で、そんなね、大変な思いをされた方で、私のね、友達でもあるそのお方なんですけど、名前はね、マノさんと、おっしゃるんですね。で、彼は日本の電子機器関連の商社で長く働き勤めた後で、今年定年を迎えられたという方だったんですけど、本日の動画では私がですね、マノさんに会った経緯をまずお伝えをしまして、その後にですね、皆さん一番気になるであろう、フィリピンから脱出できなくなった場合、一体どうなるのかというところね、リアルなところを、いろいろね、生々しいお話を聞きましたので、皆さんに共有できればと思います。で、この話っていうのは、そのね、正月休暇の間、フィリピンに訪れた時の話になるんですけど、私がね、ルソン島のヌベシハっていうね、地域に滞在していた時の話なわけなんですよ。このね、正月明けのある日に、ホテルでね、朝食をとってたんですね。で、そのカフェテリアっていうのはね、もうガラガラでね、その時はたまたまなんでしょうけど、誰もね、お客さんがいなくて、そこにね、座ってたのは私と、あとね、もう一人の、2名しかいなかったわけなんですね。で、そうなるとですよ、お互いに目が合うわけですよ。私がね、滞在していたところっていうのはもう本当にね、田舎町でして、まずもって日本人とね、遭遇するなんてことはね、もう考えられなかったんですよね。だから首都マニラから100キロ以上離れてる地域なんですけど、車でね、3時間程度かかる場所なんですよね。で、そんな場所で、もう絶対ね、日本の方と会うことはもうないだろうと思ってね、こっちはもう行ってますんで、実際ね、これまでね、フィリピンの田舎町、他にもいろいろ行きましたけど、誰ともね、会ったことがありませんでしたので、今回もそうだろうなと思いながら過ごしていたらですね、彼と目が合ったわけなんですよ。で、その彼がね、マノさんだったというわけなんですけど、結局ね、1時間ぐらいかな、いろいろ話をしました。仕事のことだとか、恋愛のこととかね。年齢は空いていましたけど、人とね、違うことをして自分なりの人生を生きていきたいというね、そういう点では、彼とね、僕は共通してるものがありましたので、その場ですぐにね、友達になれたわけなんですね。で、今回ですね、そんなマノさんが、この YouTube チャンネルを実はね、発見されたんですよ。で、それはそうだと思うんですよね。日本にどうやって帰国するのが一番良さそうなのか。その場合ね、日本に一度帰ってしまったら、フィリピンにもう一度戻ってくるっていうのは今は難しい状況なわけですから、それがどういうふうに変わっていくのかっていうところを、ね、そういった疑問を持たれて YouTube 上でね、検索をかけられたということなんですけど、本チャンネルのメインターゲット層ですね。もうターゲットど真ん中というような方だったので、それで久しぶりに彼の方からご連絡をいただけたということだったんですね。実は私ですね、このチャンネルを、本当にごく限られた親しい人にしか、公にしておりませんでしたので、職場のみんなとかね、友達とかね、ほぼ伝えてないと、私が知ってる人からの連絡を受けたっていうのは、今回はマノさんでね、初めてだったわけなんですよ。で、マノさんこの動画ね、見てくださって、本当にありがとうございます。マジで、嬉しかったんですよ。動画がね、届いたっていうことが、もっとね、頑張ろうと
いう気にさせてもらいました。話を本題に戻していくんですけど、真野さんはですね、本来であれば3月のどこかで一旦帰国をされるご予定だったっていうことだったんですけど、皆さんね、ご存知の通り、コロナの影響でフィリピンもね、漏れなく3月中旬からロックダウンに入っていったわけなんですよね。なので彼は帰るタイミングを失ってしまった方になるわけです。その頃に関しては、僕と真野さんっていうのは連絡を取り合ってたわけではないので、そこからね、彼が日本に帰れていないという事実に関しては、最近ね、連絡をいただいて、私自身も知ったということなんですね。で、気になるのはね、フィリピンからね、脱出できなくなるともう一体どうなるのかっていうことですけども、こちらのね、基本的な質問にはなってしまうんですけど、いくつかご本人にヒアリングをね、させてもらいましたので、現地にいらっしゃるリアルな方の状況ということで、ご本人の許可をいただいた上で、皆様にご報告をさせてもらえればと思います。彼に質問したことっていうのはこんな内容なんですね。ロックダウン中の過ごし方、周りに日本人はいるのか、食事はどうしてるのかと。で、今後一体どうしていくんだというね、このあたりについてリアルなところをご回答をいただけております。まずですね、ロックダウン中の過ごし方なんですが、フィリピンではですね、ECQ っていう厳しめのロックダウンが3月中旬から5月末までですね、約 2.5 ヶ月間の間続いてたんですね。で、この期間っていうのは60歳以上っていうのは基本的には外出禁止なんですよ。彼は定年退職後の渡航だったってこともあって、ちょうどね、この60歳というね、ラインに引っかかってしまったわけなんですね。なので、生活必需品の購入だとか、あとね、医療機関の訪問だとか、もうそういう最低限の必要な外出以外っていうのは、基本的にね、外出ちゃいけないっていう、そういう要請がなされているわけなんですね。で、これご本人に聞いたところですね、きちんとその指示に従って、この 2.5 ヶ月間っていうのは、本当に家にいらっしゃったみたいです。食事をね、取る以外の時間に関しては、外出はされなかったということなんですね。なんで、体力がね、こう落ちちゃったよっていうふうにおっしゃっていただいたので、個人的にはね、そのあたりってかなり心配しているわけなんですね。で、一応、6月からは GCQ っていうね、ロックダウン条件が若干緩和されたような格好になってますので、一応ね、外出はできるようになったということなわけなんですね。なんで、ひとまずは安心といったところです。あと、行政からのですね、支援も受けられてたってことで、いくつかね、写真を共有いただいています。で、真野さんは、きちんとね、そうそう。彼が今滞在してね、ガパンっていう町からね、補助金受け取ってましたね。1000ペソを手にされてました。日本円で言うと2000円ちょっとというね、ところですけども、こちらきちんとね、支給されているといったところのようですね。あと、これはおそらくですね、5月末までの ECQ の期間だとは思うんですが、外出用のですね、検疫パスっていうのも手にされていたようなんですね。これを見ますと、月曜日と水曜日の2日間のみ外出ができると。でも、門限があって、夜8時から朝5時までは、それでもね、家にいないとダメというふうに記載されていますよね。で、そしてですね、周りに日本人はいるのかといったことを聞きました。彼とね、正月に話をした時に教えてもらったことなんですけど、現地のですね、タガログはもちろんなんですが、英語についても、彼はね、あまり話せないという状況でね、あくまでも観光ということで、現地に行かれていたというふうに聞いています。だからね、周りにサポートしてくれる日本人がいないのかどうかっていうのはちょっとね、心配だなと思って聞いてみたんですけど、彼の答えはですね、後にも先にも現地で会った日本人っていうのは、僕だけだったと。それはそれでね、光栄なんですけども、フィリピンの田舎町に行くとですね、本当にこんな感じなので、海外渡航初心者の方っていうのは、お気をつけいただきたいわけなんですね。でもね、日本人にね、もう会いたくなくて、自分をね、見つめ直す空間としては、もってつけの場所ですよね。で、気になるのがですよ、日本人で頼れる人がいないとなると、食事だとかね、どうするんだっていう、そういう話ですよね。で、こちらについても、行政の支援があったってことなんですね。なんと、お米の支給があったみたいなんですよ。でね、真野さんもきちんとそれをね、手にされていたというわけなんです。サバイバル能力高いなと思いましたよね。で、その時のね、様子がこちらですね。
からそれぞれの地域に政府からの配給のお米がトラックで運ばれてくると。で、登録されてる、これ住民番号になるんですかね。それぞれごとに、椅子の上に置かれているんですよね。その配給されるお米が。でね、お米だけだとどうしようもないですよね。それと相手米だけ食ってるわけにもいかないので、おかずはね、どうしてるんだと聞いてみたところ、真野さんに関してはね、料理経験はほぼないっていうふうに、彼がね、回答されて、いました。じゃあ、どうするんだっていうふうに思いますけど、これ本当に心配になりましたよ。アパートのね、大家さんが彼を仲間に入れてくれたみたいで、食事を一緒に取るような機会が結構ね、あるみたいなんですよね。いやーね、こういうところに関しては、フィリピンの皆さんのね、心の温かさといいますかね、親切なところっていうのは、本当に僕は好きですよね。で、そんなね、きっちりとフィリピンを楽しまれているという真野さんなんですけど、今後どうするのかについてもちょっとね、聞いてみました。で、とにかくね、フィリピンが大好きだってことで、一度ね、今日本に帰国してしまうと戻れなくなるじゃないですか。なので、今回の、特にね、今の期間はということですけど、どういう帰国の形が望ましいのかであったりだとか、あとね、観光ビザの、さらなる延長などのね、手続きもしないといけないわけなんですよね。なんで、今後ですね、一応マニラに行かれるようですね。別の動画でもお伝えした通りなんですけど、フィリピンの中で州をまたぐ場合っていうのは、今はトラベルパスが必要になるってことなので、彼はね、これからメディカルチェックを受けてトラベルパスを取得して、マニラへ出向いて、各種必要な行政手続きをしながら、日本への帰国タイミングや今後のね、ご自身での過ごし方っていうのを検討されるということなんですね。ということで、このあたりの皆さんへのご報告内容というのはね、以上になるんですけど、なんとなくですね、フィリピンのロックダウンに遭遇したとしても、それなりに生活がね、なんとかなるっていう様子が、伝わったでしょうかね。こんなタイミングでね、不謹慎かもしれないんですけど、現地のね、田舎町の心地いい雰囲気っていうのは、私もよく知ってますんでね。そんな真野さんが少しだけ羨ましかったりする私なんですね。ただし、何かあった時のですね、医療機関の体制であったりだとか、これについてはね、フィリピンだからっていうわけじゃないんですけど、そのね、日本国外の国はね、全てだと思いますけど、海外で長い間、過ごさざるを得ない、ということが、結構ね、心配なことだっていうのもね、いろいろ考えさせられますよね。で、そういう意味でですね、また真野さんのご状況に進展だとか変化だとかありましたら、またお話を伺いまして、皆さんと理解を深めていければ嬉しいなと思っております。本チャンネルではですね、現地でなければなかなか手に入りづらい情報を含めまして、最新のニュースなんかを動画配信をしてまいります。旅行好きの方についてはチャンネル登録をしていただくことをお勧めさせていただきます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。真野さん、お気をつけてお過ごしください。僕はね、また現地でお会いできると信じてますので、その際はまたよろしくお願いします。では、さよなら。